おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの動画ですね、こちらの作品を皆さんにお届けしようと思います。富士山ですね、富士山。山梨の甲府のワイナリーのところから見た富士山で、私たち九州が長い人間にとってはこの富士山っていうのは憧れます。非常に夕方にかけてですね、非常に美しい澄み切った冬の富士山を描いたという作品です。中継のですね、街並みの描き方なんかすごく参考になるかもしれませんし、これだけ細かい仕事してるんですよっていうのをぜひですね、楽しんで見ていただければというふうに思います。ぜひ有料級でございます。最後までよろしくお願いします。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。白亜地という下地に、墨で、まず描いていっております。形に関しましては、例えばデッサンとかをしたり、写真を拡大コピーして転写することもあります。これは拡大コピーして転写したのかなと思います。12号の作品でございます。12号というサイズ P ですかね。のサイズですね。山梨県の、サントリーの、ワイナリーに行ったんですよ。そしたら定休日というか休みだったんでガーンとショック受けたんですけど、そこからちょこっと降りたところから見た富士が非常に綺麗で雲一つなく、うわーこの夕方でですね、うわー綺麗やなと思って描いた作品でございます。なかなか富士山とかっていうのをもう20何年やってきましたけど、本気で見るということもなかったので、逃げてきたというか、皆さん描いている題材だったりするから、やっぱね、なんかちょっと避けてくるというか、それでインプリマトゥーラという作業をしてます。この作業何ですかって、僕が使っている白亜地というのは吸収がすごい強い下地なんですね。で吸収を止める作用があります。キャンバスとかっていうのは、吸収が止まった状態で皆さん売ってますけど、私はこういう白亜地という下地、この作り方とかも動画にしてありますので、よかったら見て、難しいですからね。普通のキャンバスとかでも一回こういうインプリミトゥーラという、中間色ぐらいの色とか、私の場合ちょっと若干暗くします。なんで暗くするかっていうと、なんか浮き上がってくる感じが描いてて楽しいんですよ。暗い闇からわーっと浮き上がってくるみたいな感じがすごく楽しいから、そういう風にしてます。で、富士山ってやっぱりもう昔から書かれてきた題材なんですけど、今書いたらどうなるかなと、それが100年後どうなってるか、例えばもしかしてね、リニアモーターカー通ってるかもしれませんもんね、分かりませんけどそういうのもイメージしながら書いてみました。これは逆に富士山から、八ヶ岳の方を、富士山というか甲府からちょっと抜けようかなと思ってそこの町に泊まったんですけど、今の一瞬のところですけど、八ヶ岳の方、あっちも綺麗で、甲府在住の方に、これ何の山ですか？八ヶ岳ですとか言われて、もうそれだけでも、すごいな、旅するのっていいですよねっていう感じです。で、これはマスキングテープ、マスキングシートという形で売ってるかなと思います。これはですね、ものすごい難しいです。すっごい平滑じゃないと貼れません。で、全面に貼りまして、切り取っていくという、これもやってる人はいないですけど、僕はもう今度も皆さんのね、制作の足しになればと思って、全然公開するようになってきました。もうなんか別にね、やりたかったらやればいいと思いますし、あとは何を描いていくかとかっていうことが大事で、富士山ですね、の形の空の部分だけはパチッとしておきたいなと思いました。この辺りに住まれてる山梨の人、静岡の人からすれば当たり前かもしれませんけど、ねえ、多くの人は当たり前じゃないぞと。私も子供の頃富士山に登った小学校2年生かなんかの時にボーイスカウトかなんか兄貴が入ってて、それのなんか年子やからですね、引率みたいなののくっついて僕も登ったような記憶がある。写真残ってるから登ったんでしょうけど、で、あとは本当に新幹線でですね、東京大阪間、新大阪間を、これ、真ん中の街の、ちょっと大きめのビルジングみたいなのだけは切り抜いておきました。で、なんか登った記憶あるんですけど、あとは新幹線で見るぐらいとか、飛行機で見るぐらいとか、もう飛行機もほとんど通路側取るから、あんま見る機会もなかったですもんね。で、なんかこの辺の街並みを、本当にすごいなと、当たり前に見ている景色が私たちからすると当たり前じゃないというかですね、そういったところもなんか皆さんの日常の中に、美を見出す絵を描く題材、これそれで塗っていってますよね。
ヒントがあるかもしれません。そういったこともヒントにしてください。大体やっぱ2ヶ月ぐらいはかかってます。これ制作するのに。だから動画を撮るのもずっとちょこちょこ撮りだめて、やっていってます。書くのもこう本当に書いて1週間ほっといて他の絵描いて書いてということを僕は繰り返していく、作家ですので、1枚をずっと、最後の方になると結構長い時間かけたりするんですけども、プロセスをある程度踏んでいくような書き方をしていきます。今回は特にこう富士山で、その山梨の周りにある山々、街並み、手前の枯れてる葉っぱで、こうね、新緑の季節とかのがいいかもしれませんけど、いや、このなんかこう静かにピタッとしてる風景っていうのが僕は面白いかなと。そこのとこだけはですね、今マスキングテープを剥がしてますけど、ちょっとひねくれたところが出てくるんですけども、なるべく描いていないような、でこの甲府から見た富士って案外ありますって僕はあんま見た記憶もなかったりとかするんで、ちょっとこう、私なりの若干のひねくれたところかもしれませんけど、で今回この特にポイントとして見てほしいなと思うのは空気遠近法。非常にこう分かりやすく表現できてうまくいったかなという感じがしますので、その空気遠近法というところにぜひ注目して見てみてください。今こう書く部分だけちょっと完成油で濡らすという作業をしました。完成油でね。そして富士山のところの明るい色、うるさいなをぜひぜひ今描いていっているところでございます。今日は特別なんかうるさいです。朝8時、もうすぐ幼稚園に行く時間ですので、一匹ちょっと静かにはなると思いますけども、ということで、書いて特に空気遠近法ですね。遠近法の中でも一番も皆さんが知っているかもしれないのは空気遠近法かなと。空気遠近法とあとは、透視図法とかね、僕は対比とかっていうのも、よく使ったりしますけども、遠近法っていくつかあります。空気遠近法というのはレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人がこう奥に行けば行くほどってモナリザの背景ですよね。あれ一番わかりやすいでしょ。モナリザの背景、どんどん奥に行けば白いもやがかかっていく。まさに今回そういう。で、油絵の具っていうのはそういう構造を作りやすいので、こういう空気遠近法っていうのを構造で作ることができるんですよ。だからそれがすごくこう便利な画材かなというふうに思います。そう重ねていって、それが効力をちゃんとこう成していくというかですね。もちろん透明水彩とかでもできますけど、透明がかかっていくけど、油絵の場合半透明でも不透明でも上の下の絵の具を覆い尽くすような仕事ができると。ここはすごくこう油絵の具のいいところかなと思います。で、山のところを描いていってますけどもある程度その段階でピタッと色を狙ってはいくんですけど、その後また構造を3層4層ぐらい塗ったかな、薄く塗っていって、っていうことをしています。富士山がある程度絵の具が置けてきたという段階です。そういうこう最低ラインの技法みたいなのぐらいは知っておいても損はないですからね。何でもそうなんですけどね、知らないとかもうそんなの興味ないというふうにやるんじゃなくて、知った上でいろんなことをやっていく。要は西洋の美術史っていうのは基本的には遠近法の歴史とか写実絵画的な歴史であったりとか、写実とこうまた色彩とかっていうこう大陸軸があったりするんですけども、遠近法という歴史があって、例えば、ルネサンスっていうのを大きく花開かせた一つの要因としては遠近法というものの確立ですよね。で、一つは透視図法という、ピエロ・デラ・フランチェスカとかっていう人とかをぜひ見られたらいいかなと思いますし、手前と奥でこうね前後関係みたいなのが出せるようになってきたという、奥は小さく手前は大きくっていうことを書いたりとか、それをこうちゃんとこう図にしてというかねしていった。間違えてたらすみませんね。もう何度も言いますけどね、美術史家とか遠近法研究家ではないので、私は絵画の僕の制作上必要な情報を使っている情報だけを出しています。でもこれからはそういう時代やと思っているんですね。私の中では、情報の民主化とでも言うのかな、なんていうか皆さんがこう平等にですね得られるようになっていくことが理想的なのかなと。便利になっていく一方で、なんかこう便利さをあまり感じないというか、豊かさを感じないということが僕はよくあるんじゃないかという説を唱えているんですけど、それはこう情報というものに溢れてしまっているけども、そこから取捨選択をこれからしていける
情報の要は民主化っていうかですね、そういう時代に僕は突入していくんじゃないかという勝手な未来予想を立てているわけですよね。だから勉強しにくい環境にある人でも勉強ができるようになっていくとかっていうことが理想的かなというふうに思うんですね。もうすごくこう美大行きたかったっていう人よういるんですよ。で僕も一応美大的な東京芸大っていうところに行ってたんで、はい、美大ですね、芸大ですね、はい、一気に進みましたね。ちょっとで中継のところを点々手前はザザザザとこう叩き筆とか使って、葉っぱとかをペペペペペペと書いていったところですね。で中継とかの街並みをようやく書き出してます。もうこんな状態からですよ。こんな状態から最後にこう見せた街並みみたいな風になっていったと思うとね、えらい大変やなという感じしませんか？ちゃん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 という感じで今絵の具を置いていっておりますっていう感じですね。だから本当情報の民主化というね、僕の何かで見たんでしょうね。僕の中で刷り込まれてしまったんで、あっちゃんの動画やったかな、ホリエモンさんやったかな。もう僕もそれなんとなくずっと自分では思ってて言葉にされたからはあと思ったんですけど、なんか本当にそういう時代になってきてもいいかなと思うんですよね。だからなんか習いませんでしたとかって言われるのもすごく嫌だったんですよ。先生という職業をしてて。じゃあ調べてよと。ね。で、それがもっともっとこう便利になってきたら、本当は本読むとかっていうのがいいんですけども、なかなかこう本とかっていうのよりも、映像の方がもしかして分かりやすい部分もあるし、本の方が繰り返してこう見やすい部分もある。映像も今見やすいですよね。だからそういう点で言うと、そういう時代にで年齢も関係なくなっていくんじゃないかなって、なくなっていく方が僕は理想的やと思っていたんで、なんかこう段階に合わせてこう年齢が、この年にはこういう月齢で学ぶことがいいとかっていうのもどんどん崩れてっていいんちゃうかなと。もうなんか小学校6年生これ、細い筆を作ってます。これねたまにこう見せてますけど、山切りカット状に僕はしたこれ大学何年生の時かな、適当にやってて、普通にこうなんか友達がですね、これめっちゃ細い髪の毛かける筆やねんって言って毛が1本か2本の筆を見せてくれたんですよ。でそれ浪人時代やったかな、覚えてんけど、でもそれ考え、確かにそれでかけてはるからええかな。これ絵の具を練り直してます。ちょっと年長性のある、もうパレットだいぶ汚いですけど、なんかそれ見た時に多分何回か使ったら終わりやろうなと。でもこう原理的にはこう絵の具の油分、溶き油分が含む部分をちょっと作って毛先を細くして、そっちの方がもしかして何回も描けんちゃうかなと思ったんですね。でこれは木を少し厚めに塗っていっているという作業をしています。これ全部1層目ですよ。ね、1層目情報の民主化というね、確か堀江門さんが言ってたかな。いや確かにそれなんかあるかもなっていうふうに思ったりしましたどっか専門的なところ一貫と学べへんっていうことじゃなくて、ある程度のところまではねこちらでこう享受できるようになっていかんかなと思ってますなんか個展とかしてた時、本当に佐賀の個展で車椅子の方が2人いたですね。なんかあれ嬉しかったですよ。なんかもうすごい勉強になってますとか言われた時、やっててよかったなとね。ちょっとこう年配の方とかわざわざこう新幹線乗ってきましたとか飛行機乗ってきましたとかアメリカから来ましたとかあんな言われたらもうめっちゃ長いこと先生やってるとちょっと麻痺してくる感覚あるんですよね、どうしてもね。でもなんかこうこんな風に言われたりこんな風に思ってくれるんやっていうのがねそういうのを感じたりしたここ3年間、YouTube を始めてちょうど3年ぐらいになります。3月30日で、3年目になるんですけど、今んとこ飽きずに、特にライブ配信が面白くなってるからちょっとまずいなと思ってます。だから作画動画の本数減るかもしれません。個展のまた準備をね、これも個展に出そうと思ってます。9月に個展があるんですね。9月の14日からやったかな、東京の日動画廊さんというところであります。そっちの準備を、こういう作画動画を撮って編集して音入れて文字入れてまでの4段階ぐらいあるから、1個作るのにやっぱ5、6時間ぐらいはやっぱトータルで、かかるかな。撮影はもうピッと押すだけやからいいんですけど、それをまた編集したりするとか録音するとかなるとね、だからちょっとこう、ライブ配信は変わらず多分やったり、鬼好評は本当にもう編集してないから楽なんですよ。だからその辺で減るかもしれません。お許しください。4月5月ぐらいはね。それでもなんか楽しくなって、なんかこれやりたいあれやりたいって考えちゃうんです、おじさんってね。これ見てください。ここ大事なとこでした。はい、1分前に戻りましょう、皆さんね。ほら消えた油絵のいいとこここですよ。消して、でも下うっすら見えてるでしょ。でこうティッシュで拭き取ってみるとシューッと
完成油で濡らした上ですよ。これ完全に乾いた後に、だから今ちょっと前の段階すごい空気遠近法の大事なとこやってる時になんか変な話してたね。また始まったね。なんかね、こう空気遠近法、ほら見てください。ガンガンって出たでしょ。ガンガンってそういうのがよく出てるんじゃないかなと、指で鳴らしてみたりとかしますもんね。僕も大学生の頃じゃあ勉強したかってしてないですもん、そんなね。やっぱもっと絵は描いてたんですよ。絵好きで描いてたけど、もっと本当にこういうとこ利用したり、ああいうとことか今思えば思います。それも後悔しても皆さんしゃあないからね。これからすればいいんじゃないかなと。で、中継のところもちょっとこうね、ブルーグレーみたいな色で塗っていってるでしょ。で、まさにこれ空気遠近法の本当にこう典型的な、そしてまたティッシュで拭き取って、拭き取りすぎるか拭き取りすぎひんかみたいな感じで、手前はこうグレーズ的なことを、今紫色かなんかまず塗って、グレーズ的なことを、要はスカンブルっていうのは半透明とかね、不透明ね、でそこから透明の絵の具をかけるとかっていうのとか、その辺の使い分けをしてるわけで、それが絵の具の油絵の具の重層構造という構造ですよね。絵の具の構造というのを作っていくと。で、これが西洋の美術の本当に印象派より前の技術としてはやっぱすごい卓抜してるしねと思うから、僕はこういうのを使っている。そしてなんかこういうのを皆さんに知ってもらいたいなと思ってやっているということですね。グレージングっていう、グラッシュともフランス語で言いますけど、透明層をかけていくということで、これでだいぶこうで、この段階で大きな作りを作っていってる細かい描写よりもそっちを僕は作っていくということをします。もちろん端からじとと細かく描いていくという絵を描くんですっていうのはそれはそれで結構だと思うんですけど、ちょっとこういう風な大きな作りみたいなのを作っていくっていうプロセスを踏むということをお見せできればなというふうに思いました。情報のね、なんかね、もう考えられないですもんね。だからまあ本が売れにくくなっていくとかっていうのはもうそれはしゃあないかなと思ったりもするところあるじゃないですか。新聞とかも去年1年間で200万部ぐらい減ったんでしょ。こう定期購読される方が、新聞というこうしっかりしたこう取材をしたメディアソースっていうのはやっぱ大事だともちろん思うんですけど、やっぱりこう減っていくかざるを得ない部分っていうのはあるかもしれないですよね。でもちゃんとこう足運んで取材するっていうのはすごい大事なことやと思いますし、それがないと適当な情報ポンポン流せますもんね。ね、でまた空のところ乾かないうちにバシッとこう絵の具を置いて2層目ですね。こうやってこう綺麗に美しくグラデーションができててもバシッとこうまた描いてみたりとかするとか、指ですり込んで絵の具の凹凸の中に絵の具を入れていくっていう作業をしてみたりとかいうことをしたりしています。本当にこの微妙なですね、こう夕日にこう暮れていく、また山梨も長野あたりもまた行きたいですね。でもやっぱりね、なんか行ってないとこからどんどん行かんといかんなっていう気持ちではいますけどもね、なんかね一番初めに富士山をこう山下清ツアーとで銘打ってやったんですけど、一番初めに行ったんですね。山梨、静岡空港からずっと山梨とか長野まで行きましたよね。神奈川県の方の絵も今描いてますよ。あれは何湖ですか、大観山っていうところからの絵も描き出したりとか、長野のですね安曇野の今風景も描き出したりとか、奄美大島を描いてみたりとか、いろんな日本のいいところみたいな、いいところっていうか、やっぱ今度のだから古典のなんか副題とかで決めてっていつも言われるんですけど、でも海外の風景も一応あるんですよね。アムステルダムとかね、リスボンとか、なんか地球が地続きになっている、なんかそういう言葉が誰か考えてください。僕にがそれでこれ明るいところのより明るいところに絵の具を置いていってます。やっぱなんか冬の雪が積もった冠雪した富士山っていうのはやっぱいいもんですよね。なんかね、もうちょっと本当に感動しました。もう一人でこう高速で運転して東名走ってる時うわーとか言ってましたもん。恥ずかしいね、恥ずかしいおっちゃんですね。静岡の人とかね、いつ毎日見てるかなんとも思わへんわっていう風に思うかもしれないですけど、やっぱりね、私たちからすればわーっていう感じがしましたよ。っていう感じでこうちょっとこう富士山のところを2層目3層目と書いていってます。もうこの辺というのはもう妥協をせずに頑張って何度も書いていくという作業を繰り返していきますね。で本当にこの影の色とかって、明るい色はねある程度生の白で良かったりしますけど、影の色とかっていうのはちょっとこう難しかったり、この枝とかをチューチューってね書いていくという作業をしていってます。
本当に題材が広がっていったんで、よくこう題材に悩むことないですかって言われたんですけど、もうなんか2ローテーション3ローテーションぐらいした気がするんですよね。だからもう何でもいいわと思って、そこで自分の絵の具のタッチやら自分のこう目線とかが出てくれば、私のにとってのリアリティなんかなという風になってきて、でなんかこうそれが私の個性になってくればなという風に思っているという感じがします。なんかこう主義主張をするということではもうちょっとなくなってきてるかなと。でもなんかこう改めてやっぱりコロナの期間を経て、なんかこう外に出るとか空気とか光とか四季とかそういうのをよりこう大事に感じるようになったっていうのは私だけですかね。なんか本当に春来たなとかね、なんかよりこう感じるようになった。ずっとマスクしてたっていうのもあるかもしれませんよね、2年間。でもそれをよりなかなかこう屋外に出んようになったとか、そういうなんかこう難しいテーマを掲げることもありますけども、すごくこうシンプルに自分が今そこに生きているということをなんかこう定着させていくということも案外大事なことなのかなというふうに思います。そして日本人としてのアイデンティティですよね。それがこう富士山というものっていうのはやっぱり皆さんね、刷り込まれたように富士山好きですけど、本当に好きかって思うとね、嫌いな人もいるかもしれませんけども、なんか来た。パパお仕事してる。ちょっと待ってくれへん？大事な仕事してるね。はい。これが私の YouTube です。はい。編集もしませんので、はい。来るかもしれませんね。気にしないでください。お兄ちゃんの声がします。もうすぐお兄ちゃんね、せず幼稚園行けるんでしょ。ありがとうございました。なんか美味しいチョコレートがホワイトチョコやったんですね。昨日ホワイトデーに届いて、そのチョコがアメリカから届いたやつでめちゃくちゃ面白い。一個一個におもちゃついてですね。でアメリカの人から長いこと住まわれてる方からしてまた日本の良さとかね、ダルビッシュ選手がラーメン食べに行ったとか分かりますよね。ラーメン美味しいですもんね、日本ってね。日本は食はめちゃくちゃ美味しいですもんね。いいとこいっぱいあるんですけどね、物価が安くなってなかなか生活が上がらないけど、皆さんおもてなしの心を持って、すいません、ここ大事なとこですね。中継のところを書いて完全に乾燥後またグレーズをしてます。すいません、中継のところでお兄ちゃんが来そうになったんで、はい、脱線しました。そういうもんでございます。このグレーズとかはぜひ他の動画とかでも紹介してますけど、私はもう完成ポピーオイル1本でいってます。それとテレピンですね。テレピンと、で、こういうグレーズに関してはもうポピーオイルだけです。コバルトバイオレットというのをこれは使ってます。いろいろ使えます。ちょっと全体に、それも動画で上げてますので、よかったら参考に見てください。油絵の5つの技法とかというやつの中で多分教えてるんちゃうかなと思います。それでスカンブルはかなり青いきましたね。これはちょっとっていうので、もうちょっと青みがかった感じ、白を抜いた青っぽい、この色結構うまくいったなと、3層目ぐらいのこのところですけど、ここのとこビタッとうまいこといったなっていう気持ちでいます。コバルトブルーぐらいのとウルトラマリンとかをちょっと絶妙に混ぜながら、ほんの少し赤系のマゼンダみたいな色を混ぜながら、微妙な色を確かやったような記憶があります。そんな感じでグレーズグラッシュみたいな仕事をしていってます。なんか感じでしょ。なんかね、だからその辺ってなかなか1層ではうまくいかんでも2層目ではうまくいかんかった3層目とか、油絵の具の良さです。ここがすごく良さだと思います。そしてなんかこの寒いね、冬のめちゃくちゃ寒くはなかったですけど、雰囲気みたいなのと、やっぱこの手前の枯れた、紅葉してる季節もいいんですけど、なんか赤さとか茶色さ、黄色さと青と色のバランスが僕の中ではすごくうまくいったなと。全部が主張するような青とか赤と黄色っていうのももちろん綺麗な絵なんですけど、僕はどっちかというとなんか引いたところも作りたいというか、ああいうところがあって、手前のこういう枯れた赤みたいなののところと、後ろに見えるこの黄色みがかった青っていうかですね、夕日に染まっていく空みたいなのとかのバランスみたいなのをうまく表現できたかなと思います。ね、もうなんか本当に題材が変わったから
ね、新しい日本のこういうシリーズを書き出して、北海道から始まったんですけど、奈良とかもちょろっと書いてたんですけど、本格的に今度の個展は多分15枚ぐらいは日本の風景を出すんじゃないかなと。あと10枚ぐらいは海外で、あとは人物と生物も書きたいですねとか、なんかこうそんなことを構想を練りながら展覧会の構想を練っていくと、またぐちゃぐちゃしたような展覧会になって統一コンセプトがないということになる。もうしゃあないですよね。なんかね、僕の場合はなんかその瞬間に皆さん今日ね、はい、じゃあお題ですよ。よろしく今度の個展の、サブテーマを皆さんでこうコメント欄に出し合ってください。本当に採用する可能性ありますよ。もう本当にもうぜひ今日お題です。こう私のこの2年間を見てきた人、3年間を見てきた、このね、いわゆる ADHD 型の人間、注意欠陥多動症の人は遠くから見てると面白いと、近くには寄りたくないという気持ちでしょうけど、いろんなことに興味がギュンギュン湧いてくるね、人でございますけども。そういう人とかが、生きにくいところがあると思うんですけどもね、で自分で生きやすいとこ探して僕も行こうかなと思ってますけど、で細かい最後描写をしながら暗い枝を描いたり明るい枝を描いたりとかして、完成に向かっていきました。山梨のですね、本当にぜひぜひもう本当にワイナリーありますよね、サントリーのワイナリー、あそこのとこですよ。そこのところが残念なことにね、閉まってて、駐車閉まってて止めて、そこの中で作業してはる人いて、開けてくれんかなみたいなオーラ出してみたんですけどね全然無理でした。もちろんね、収穫っていうかなんかされてる人がいましたよ。そしてこの街並みを描いてきました。山梨もね、本当にありがとうございました。僕ちょうどお誕生日やったですもんね。山梨泊まった時、僕自分の誕生日やったですもんね。自分ではぁと思って、行く前には言われたんですよ、妻から。あれ誕生日やねって、あ、ほんまやねって言って。でも行ってる最中全く忘れてて、でなんかライブ配信中と思って、今日誕生日やと思ってですね、はい、そういうこの辺り長野か山梨かで誕生日を迎えて、その誕生日プレゼントを持ってきてくださった方ありがとうございました。もうすごくワイン美味しかったです。本当に10年前とかに比べてものすごいワイン美味しくなりましたよね、日本のワインって。前も美味しかったですけど、さっぱりしてましたけど、今も本当深みも出てきて、なんかね、赤ワインも白ワインもそうですけど、あれだいぶこの10年で変わったなって思います。これなんかいつか日本のワインが世界を、でもどうしてもね、ブルゴーニュとかの土地の地層とかの問題とかあったりするからあれでしょうけど、でもね、なんかそう思いません？いつかだいぶ世界であれするワインができるんちゃうかな。日本ってすごいじゃないですか。昔なんかイチゴって酸っぱかったですよね。で今甘いですもんねとか、みかんとかもね、昔酸っぱかったですけど今めっちゃ甘いじゃないですか。なんかそういう改良とかめちゃくちゃそういうのをやっぱね、ぜひ頑張ってワイナリーの方も頑張って日本酒を作られている方も焼酎作られている方はぜひ臭いまま届けていただければと思います。最後細かい描写をしていきまして、完成へ向かって何の話とねっていう感じですけどね。ちょっと前のことを考えたりすると面白くないですか？でも昔のが好きやったって人もいたりしますけどね。なんかね、点々って点描で書いて、こんなんですよ、こんな作業してるんです。でまたちょっと乾いたらグレーズしてとかっていうことで完成に向かっていったということでございます。この辺ですね。で最後山のところも描いていきます。本当に自分の地元とかを改めてまた見てみて、それが四季によっても違うし、天気によっても違うしっていうのを改めてなんか皆さんが感じ取ったら、描く題材とかっていうのもものすごく広がってきます。ものすごく広がってきますので、僕はそうやってなんか自分が描けなかったりちょっと悩んできた時に自然の中に飛び込んでいって、自分自身の精神的な状態とかも安定していったようなこともあったりしましたのでね、こういったこともぜひチャレンジされて、冬でもいい絵が描けるぞと。特にでもこれからの4月5月っていうのは一番いいですけど、そうじゃない季節も実は最後この辺を描いてね、ちょっとうっすら黄色っぽいのでグレーズしている感じもあるし、もう何色っていうのが言えないよ、いつも言ってます。絵の具が物質に変わってきたっていう感じがこの辺でよく見て取れるんじゃないかなと思います。本日も長らくご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、
コメント、今日宿題です。皆さん今度の僕の展覧会の、サブテーマをコメント欄に書いてください。全部却下したらすみません。終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。これからもですね、皆さんのためになる有益な動画をぜひぜひ頑張って作っていきますので、皆さん応援していただければと思います。チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。それではまた。